女、草加陽子。女は5通の手紙を書き、それぞれ白い角封筒に丁寧に収めた。内容はことごとく同じものであった。封をしてから女は裏に自分の名前を書いた。それから5つの表書きをしばらく思案していたが、やがてペンの音をさせて請求に5種類の名前を書き始めた。夕闇が女の部屋にある水仙の白さを浮き立たせた。女は黒革のハンドバッグに5通の手紙をしまい込んだ。春の朝は芳しい香りと明るい色彩を携えて女の寝床近くへ訪れた。午前10時に女は家を出た。女は着物を着ていた。黒地に寿チラシのお召しであり、西陣の帯を結んでいた。川のほとりの住宅街の垣根にバラが咲いていた。人通りはなかった。女は真紅の花びらを1枚盗んで、白い指先でもみくちゃにした。女の指先は薄ら赤く染まった。女はその仕草を子供のように楽しんだ。赤レンガの煙突とすりガラスの家が見えた。女は門にある呼び鈴を押した。奥に人影が見えた。女は急いでハンドバッグを開け、5通の手紙の一番手前のを取り出すと、郵便ポストに放り込んだ。下駄の音がして、女中らしい人が門を開けた。女はにこやかにお辞儀をした。どちら様で？女中は陰銀に女に問うた。アナン。女は自分の名前を勝手にアナンと呼び、人に呼ばせてもいた。奥様ただいまお留守でございます。女は黙って再び頭を下げて立ち去った。女中はその後ろ姿を見えなくなるまで見送っていた。女は道を曲がるとき、くすりと笑った。太陽が少し眩しかった。女は貧民街を歩いていた。真っ白い足袋にぬかるみの羽が2、3箇所ついた。女は別に気にしなかった。バラック建ての家の前へ来た。女は、ごめんくださいまし、と声をかけた。2階のガラス戸が開き、痩せた手が、そしてほつれ髪の女の瞳が見下ろされた。女は片手を膝まで届かせて、長いお辞儀をした。アナンでございます。女は静かにうなじを上げて2階へ声をかけた。2階の女は不愛想に用件を尋ねた。女は例の角封筒を出した。お読みくださいませ。アナンからでございます。女はそれを指先に挟み、肘まで白い腕を出して、軽く高いところでゆすった。2階の女が階下へ降りてきたとき、格子戸にその白い角封筒が挟まれてあった。すでにアナンといった女の姿は見えなかった。女は
骨董商を訪れた。太った主人は愛想よく女を迎え入れ、茶を出した。女は品物の二つ三つを棚から取り出して、机の上で静かにめでた。自習の皿を女は何度も撫でた。品の小刀の鞘を払って、しばらくその刃に表を移していた。女は主人に言った。この小刀、よくここへお見えになる白髪の方にお渡しくださいませ。この手紙と。女は代価を支払った。主人はおかしな顔つきで女を見ていた。女はほがらかに笑うと、角封筒を机の上にまっすぐに置いて出て行った。女はにぎやかな小学校の校庭へ現れた。遊び時間中であった。女は水飲み場近くで夢中になってボールを蹴っている男の子の一人を見つけて、その姿を目で追っていた。やがて男の子は女を発見して飛ぶように走ってきた。女のたもとをつかむと、子供ははち切れそうな頬をして、おばちゃん、僕、運動の選手になるんだ。と、せわしい息遣いの中で勇ましく言った。女は子供の頭に手を置いて、その顔をじっと見た。運動の選手、いいわね。さあ、遊んでらっしゃい。子供は無邪気にうなずいて、また子供たちの群れの中へ戻っていった。女は教員室へ向かった。そして男の子供の担任の先生に会った。女はたびたび来ていた。女が子供の保証人であり、学習を出していた。女は子供の成績をいつものように聞いた。メガネをかけた女教師はいつものように褒めた。女は角封筒を出し、子供の母親へ渡してくれと頼んだ。女は校門で始業のベルを聞いた。女はアスファルトの道で、おばちゃんという声を聞いた。3階の教室で、宣告の男の子が体を乗り出して手を振っていた。女はそれに応えた。手を振った。8年になる。女はつぶやいた。女は足早に階段を上り詰めた。右手のガラスの入ったドアを開けると、薬と香水と女の匂いが押し流れてきた。美容院。女は顔見知りの小さい女の子を呼んだ。この頃、男爵夫人お見えになる？ええ、毎週1回は必ず。今度は何日？あさって。お渡し願います。女はハンドバッグの留め金を鳴らして角封筒を取り出し、白い布で体全体を覆っているモルモットのような感じのその女の子にそれを手渡した。街は暮れ始めた。女は歩みを早めなかった。黒い板塀、黒い門。女はくぐり戸を開けた。竹の影が石畳の玄関までの道にくっきりと映っていた。女は黙ったまま木の押し戸を開けて庭へ入った。アナン、帰ってきてくれたのだね。昨夜一晩待っていた。縁側に座っていた人が少し取り乱してせわしげに言った。
帰りましたわ。でもすぐにまた行ってしまいます。なぜ行ってしまうのだ。私、怖いのです。女の夫であった。どうするつもりだ。女は笑った。笑ったのか笑わなかったのかわからぬほどに。どこへ行くのだ。女は首をかしげた。そして、さあ、と小声で言いながら空を見上げた。明日は雨になりそうですわ。女はゆっくり独り言を言うと、笹村をひょいとまたいで、庭を出て行った。アナン。夫は後ろから呼んだ。女は戻らなかった。返事もしなかった。春の宵は、じき闇の中に溶け込んでゆく。女は朝出た家へ帰った。人がいた。一人いた。女が出る時もいたのだが、その人は今、障子を立て切った四畳半の中にいた。女の部屋であった。水栓のある。女は障子を開けようとした。お待ち。中から声がした。女は障子越しに話を始めた。最初参りましたのは、川のほとりの家でございます。おば君はお留守でございました。新しい女中が出て参りました。次は、狐のような女に会いました。私の想像していた通りの人でございました。それから、例の独身の自称芸術愛好家には会わずじまいでしたが、彼にシナの刀を送りました。あの男の憎しみは、女の嫉妬よりも復讐よりも強い汚いものでございます。それはもう、あの男、あの人を愛しておりましたから。私は子供と会いました。元気にしておりました。母が私であることを知らないのでございます。今の母と二人で暮らしているのでございます。あの子の父は私に産ませた子を私から取り上げて、子供の産めぬ妻にもらい子したのだと与えたのでございます。その後、その男はどこへか行ってしまったことになっております。妻は大変悲しんだらしく、しかし、あの子を愛して生きているのでございます。見知らぬ女、私と、夫からの仕送りを受けて生きているのでございます。それから、男爵夫人へもことづけをいたしました。偶然とは妙なものでございます。夫人の正式の主人、つまり男爵は私と幼友達でございました。善良な彼は妻の恋人のことを知りません。最後に私は夫を訪ねました。愛する、私の一番愛する人でございます。けれども、私が一番憎んでいる人でございます。私は逃げてまいりました。私は自分の憎しみが行為に現れることを恐れました。私は自分を傷つけても、あの人を傷つけることはできません。別れることはつろうございました。でも、離れなければ、私の感情があの人を殺してしまうでしょう。さあ、部屋へ入ってよろしゅうございますか。
もう決して出ません。出ないことをお誓いします。女は語り終えた。お入り。女は静かに障子を開けた。中には誰もいなかった。ありがとうございます。女はそれから間もなく、カミソリで命を絶った。4人の女と1人の男が手紙を読んだ。私はアナンと申す女でございます。あなたの最愛の人を奪ったのでございます。私はその人を夫と呼んで10年も同棲いたしておりました。今日まで。しかし私は悪魔の招きに誘われました。私は悪魔に貸し付くことを約束いたしました。夫をお返しいたします。その男は誰のところへも行かなかった。そして悪魔の招きに応じたのであった。